はい、皆さんこんにちは、なおくんです。はい、ゆみじです。よろしくお願いします。前回の、動画だとチュートリアルをしてガチャを引いて、なんか見事すごいいいキャラクターを引けましたっていう感じになったと思うんですけども、で、あの後ちょっといろいろと多分デッキの編成とかっていうところがまだできていないと思うので、強いやっぱ選手が手に入れたデッキに入れたり強化しなきゃ始まらないっていうところで、今回はそこら辺のシナリオを進める前に、チーム編成をしてから、実際にじゃあシナリオに挑んでまいりたいと思います。はい、お願いします。はい、っていうところで、じゃあまずシナリオに挑んでいく前に、チーム編成をするんですけども、チーム編成はチュートリアルで教えた通りチームっていう左下のアイコンからできます。で、今レビン君だけが入っている状態なので、ベンチ外右下のやつを押すといろいろゲットした選手が手に入りますね。SSR の選手をまず設定していきたい場合は、左下の絞り込みボタンっていうのを押して、ここで SSR と UR とか、一番最高のレアリティが UR なんですけど、UR の選手は基本的に SSR の選手を覚醒させてから UR にするっていう選手なんで、今はとりあえず SSR だけで絞り込みで OK を押すと手に入れた SSR 選手がポンと出てきます。じゃあまずはヒューガ君が多分フォワードなんで一番手前かな、どっちかですね。はい。で、これどんどん入れていきましょう。で、これ見るとベンチを今ちょっと開いてもらいたいんですけど、ベンチ、はい。OMF のあと翼くん、OMF は翼くんと、あと葵くんが配置できるんですけど、OMF って今このフォーメーションだと2人しか配置できないと思うんですよね。その時にフォーメーションを変更するとその OMF の枚数とかが増えたりするので配置できるようになったりします。でもちろんその OMF の選手をディフェンダーとか DMF に配置することもできるんですけど、その配置をするとその適正ポジションじゃないところに、選手を配置するとパラメータが下がってしまうとかっていうデメリットがあるので、基本的にその適正ポジションに配置するっていうのが、基本的な流れとなります。ちょっとフォーメーション変えてみましょうか。このフォーメーションっていうのがあるんですよ。ニューってついてるところですね。で、いろいろフォーメーションがあるんですけど、今回は、OMF が4人今いるんで、一旦じゃあ3-2-3-2とかにしてもらえると。そうすると OMF の枠が1枠空いたので、これ入れ替える。同じ選手は1人しか入れられないので、大丸が今ディフェンダーにいたので一旦ディフェンダーに配置することになるんですけど、入れ替えて、でポジション変更で大丸君を DMF に持っていってもらえればと。はい、これで結構強くなったんじゃないでしょうか。じゃあ早速ちょっとまずは多分この手に入れた選手をズバッと試したいと思うので、一旦強化とかをすっ飛ばして一旦シナリオをいってどんどんやっていきましょう。で、今回はシナリオに挑戦していきたいと思うんですけど、イベントとかが結構割とその時にしか開催されてないイベントとかでいろいろな報酬が手に入ったりする結構お得なシナリオとかいっぱいあるので、このバッジがついている時とかは何か新しいものがあるっていう証拠なので、ぜひこのバッジがついてたらちょっとチェックしてもらえればと思います。最初は全部バッジついてるんですけど、じゃあまずはシナリオからいきましょう。で、シナリオ中学生編からですね。これでシナリオは、試合の他にキャラのストーリーがありますね。で、今回この会話ってなっているところはストーリーになります。試合がないところですね。そうですね。ストーリーだけを見ることで夢玉が手に入っちゃうので、これはもう欠かさず全部シナリオを消化して夢玉いっぱいゲットしてください。これがあれですね。最初の伝説の幕開けっていうところ中学生編なんですけど、中学生編の前のストーリーですね。なんか可愛いな。可愛い翼くんのね、まだね幼い頃ですね。でボール取ってくれと。そしたらなんと浦部くんここで自分で取りなと。そしてここでいきます。でここのボイスマークが出ている今ありましたね。そうボイスが出ているので、ぜひ音量とかをオンにして聞いてもらえればと思います。で前はそう小学生の時は同じチームだったんですけど、敵同士だから慣れ慣れしくすんなと。いますね、そういうタイプ。そうですね。ここでそれが終わってまた言わないと。はい。なるほど。でいよいよ来ますね。いよいよ試合ですね。練習試合拒んでたんですけど、シナリオでは練習試合からで、多分これ僕らは南葛中じゃないんで、とりあえず練習試合は中と受けてくれたと、っていうところで、でこのシナリオはノーマルハード、ベリーハードっていう風に今3種類あって、それぞれクリアすると夢玉がもらえるので、このシナリオだけでも最大3つ夢玉がもらえるようになります。夢玉たくさんもらえますね。そうなんですよ。でここの、翼 P ポイントっていうのが、試合をするといろいろな行動で例えば得点をするとかっていうところで翼 P ポイントがもらえるんですけど、その翼 P ポイントが、一定の
条件に達するともらえる翼 P 報酬っていうところと、あとはクリア報酬がランダムでもらうことができます。はい、で翼 P 報酬は、1シナリオに1難易度のにつき1個まで、はい、1回までもらうことができます。でクリア報酬は、クリアするためにランダムでもらうことができます。で試合によってはこれ30分ハーフって書いてあるんですけど、はい、練習試合なんで多分そんな45分も戦わずに30分で経過つけようっていうところで、30分ハーフで延長戦と PK 戦がなしなので、同点で終わってしまった場合は負けとなってしまいます。で敵のチームの総合力が今1820って書いてあるので、こことかが、自分が挑戦して大丈夫なところなのかっていうところの一種の参考値になるので。で試合準備のボタンのところに書いてある3っていう数字が使用するスタミナですね、行動力になっています。この上の30のところなんですね。そうです。でここがソロプレイ、シェアプレイ、全体シェアっていうところがあるんですけど、ソロプレイは自分一人でプレイするっていうところで、全体シェアっていうのはシナリオをさっき早苗ちゃんも少し言ってたんですけど、シェアすることができて、シェアをすることで、他の人のチームスキルとかを借りることができたりとか、あとはその報酬とかもその全体シェアプレイ用の報酬があったりするので、ぜひそのイベントのシナリオとかだと結構報酬が豪華だったり、いっぱい周回しなきゃいけないシナリオとかがあったりするので、そういう時にシェアプレイを活用してもらえればと思います。基本的にシナリオはソロプレイで大丈夫です。ソロプレイで。はい。でここはフレンドのチームスキル、そうですね、借りれるところです。まだフレンドがいないので、ここはフレンド候補の人たちですね。なるほど。誰にしましょうか。これ多分結構いっぱい SSR 持ってますけど、多分ロベルトが日本の選手が上がるチームスキルを持ってるので、割と今はいいかなって感じですかね。で、今回そのマニュアルとセミオートとオートっていうのがあるんですけど、ちょっと一旦マニュアルで試合を自分で進めてみるところからやってみますか。はい、わかりました。よろしくお願いします。多分最初ね、初キックオフなんでいろいろ多分慌てちゃうと思うんです。慌てますね、絶対。パラメーター的には74,000対1800なんで、圧勝なんで一旦はとりあえず焦らずにマッチアップ、いろいろパスとかを回してみて、マッチアップしてなんか突破するみたいなところをこうやってみられると思います。相手みんなノーマルなんで、そうですね、ノーマルだった。さあ FC ナウの初陣、さあヒューガ君からレビン君ですね。タップして多分美咲、いいですね、美咲君にパス出して、じゃあここでマッチアップが新田とマッチアップしたっていうところで、これ今パラメーターが割と1500とかシュートだと、で相手ブロック31とかなんで圧倒的ですね。で必殺技ちょっと開いてみますか。ツインシュート、翼くんがいるんで、ツインシュートが打ってたりとか、インターナショナルのドリブルの技で、ここ190って書いてあるのが、その必殺技の威力ですね。でこの210っていうのが消費するスタミナなので、これを1回数210減っちゃうので、3分の1ぐらい美咲くんのスタミナがかかります。結構いっちゃいますね。そうですね。でも一旦多分必殺技とかを見たいと思うので、インターナショナルなドリブルで突破してみますか。はい、いきます。さあ相手はパスカットの読みも勝ったので、ここは必殺技でフランスで磨いた華麗なドリブルで突破していくと。華麗に突破しますね。うまい。で今のパス、相手が軌道のところにいたんで自動パスカット発生したんですけど、美咲のパスの能力が高かったんでそのまま突破できました。なるほど。さあマリオゲーテで必殺技をちょっと見てみると、この選手3個ありますね。3個ありますね。でそれぞれパスの必殺技とシュートの必殺技とドリブルの必殺技を持ってるんで、ちょっとヒューガでやっぱ決めたいじゃないですか。そうですね。ファーストゴールは、なんでサークルフィードでパスを選択してヒューガに出します。でこの三角に書いてるやつとかに関しては、割とその軌道上に相手がいるから、もしかしたら通らないかもしれないねっていうなんか合図ですね。じゃあこれ今大丈夫なの？でもパラメーター的には全然勝ってるんで多分通ると思います。で例えば翼くんだったらそのまんまここを押せば、割とマッチアップせずに自動パスカット発生させずにパスは通るんじゃないかなっていうなんか指標ですね。そのままヒューガ君タップでいきますか今回は。はい。じゃあいきます。必殺パス通るでしょうか。通ってくれ。サークルフィード、さあ1回転して相手を抜きパスを出してブロックだったんで読みも勝ったんで、さあ通りました。で無事パス通りました。さあチャンス。早いいい選択何も言ってないのに雷獣シュートを放ってる。さあ雷獣シュートいいですね。いってこれはどうだ。さあホップする雷獣シュート、パンチング吹き飛ばし突き刺され。これめっちゃ嬉しい。初ゴール、めっちゃ嬉しい。シュート。さあチュートリアルガチでゲットしたレビン君。これさっきの守備側ってことですね。守備系のレビン君ですね。でレビン君の必殺を見ると、
オーロラカットとオーロラカーテンってタックルとパスカットどっちも持ってるんで、はい。どっちにしますか？相手のどっちしそうだなっていうのを読めればと。でここの画面でちょっと注目してほしいのが、はい、一回閉じてもらって×ボタンで新田君のところを押すと相手の持ってる必殺技が分かるんですよ。はい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 。なのでこの選手は必殺技シュートしか持ってない、例えばドリブルしか必殺技を持ってない選手とかだったら、じゃあタックルをすれば割とその相手も必殺技を選択する可能性が高いから取れるよねとか、逆にパスとかワンツーしか持ってなかったらオーロラカットでパスカットをするみたいな選択が読み合いで参考になるのかなと思います。ここのフィールドの画面が左下にあると思うんですけど、これを押すとフィールドの今誰がどこにいるかっていうのを確認できるので、パスを取った後とか相手の攻撃を防いだ後にどうやって展開しようかなっていうところもここを見ながらいろいろ考えられるっていうふうになってます。次の手を読みながら。そうですね。取った後のことを常に考えるとかっていうのが結構大事だったりします。じゃあここどうします？タックルかパスカットか。パスカットでいこうかな。じゃあパスカットいきましょう。じゃあ今度オーロラカットを選択してもらって。はい。いきます。読みがち、うまい。だね。そしてやったねやったね。オーロラカットして、さあ取った後すぐどこに出すかを考えないとですね。美咲くん。美咲くんはでも、スタミナはまだあるので、そうですね。ここは通常パスとかで一回進めてみますか、試合。はい。じゃあパスでいきます。でヒューガ君もスタミナがだいぶないので、はい。リバウールとかで新翼くんもいることだし、新黄金コンビで前線に突破してからシュートとかでもいいんじゃないですかね。はい。でパスの場所が悪いと違う選手が拾っちゃったりするので、そのパスミス、そのパスの出す場所とかもちょっと間違えないで。はい。でリバウールが必殺技を持っているので、はい、新黄金コンビ翼とのワンツーいきましょう。見たい。さあ相手のタックルを突破し、いいですね。リバウル君が南葛のユニフォーム着てるのいいですね。なかなか。さあここで翼とのワンツーを披露し、リバウルが華麗にターンでかわし、ワンツーの必殺技で抜けると結構前に行けるんですけどね。うまい。さあリバウルからのアシストで、さあでもスタミナが足りないからノーマルシュート。今必殺はね、やっぱスタミナがないと今みたいに必殺シュート打てないんで、これテンパっちゃうな。でも入った。ヒューガ君本当はね東宝中なんですけど、今回南葛中のユニフォームでゲスト参戦しているという形ですね。これスタミナが回復するんですね。はい、ハーフタイムにはスタミナの半分を回復して、延長戦になるとスタミナの4分の1かなとかが回復したりするので、スタミナ管理とかを気をつけつつで、スタミナが少なくなったらこのベンチにいるメンバーと交代をするとかっていうところで、スタミナ不足の選手はどんどん入れ替えていくみたいなのが、試合の流れになっていきます。はい、でフォーメーションとかもハーフタイム中に変えることができるんですけど、今回は多分このフォーメーションが一番ベストだと思うので、そのままじゃあ後半に行きましょう。じゃあ今回後半から僕何も言わないのでちょっといい感じにプレーしてもらえればと思います。またリバウルから切り込んでいくことなんですかね。でも翼くん今日もう空気になっちゃってますね。確かに。さあドリブルで抜くが、さあ読み負けたが、ここはパラメーターがかなり差があるので、これは危なかった。これ浮き玉になりましたね。これ浮き玉になると、また選択肢が変わって、さっきまでドリブルと、パスとワンツーとシュートみたいになったんですけど、浮き玉の状況ではボレーとパスとトラップで、これ今低い浮き玉なんですけど、高い浮き玉になるとヘディングとパスとトラップみたいになります。でその浮き玉専用の必殺技とかもあったりするんですよね。多分ヒューガ君は持ってるのかな。持ってないですね。でもパスは、必殺パス使われるんで、タイガーパスは使いますと。でも浮き玉の、ボレーの必殺技とかがあったりするので、ここはまた後ほどって感じですね。まだ持ってないので、これそのままシュートで押し込むのもよし、トラップして必殺シュート、全力があるのでギリギリ打てるかな。ギリギリ打てるか打てないかぐらいですね。でその時はこれ確認してもらえると、ヒューガ君タップすると消費スタミナが出てくるんですよね。体重シュート505なんで、これ全力発動すると半分になるので、今回全力発動してみますか。するとヒューガ君タップすると消費スタミナが252っていうところなんで、トラップが30なんで、トラップしてシュート打っても282かな、なので間に合うようになりました。なのでここは全力サッカーの発動するタイミングと結構大事ですね。なるほど、このタイミングでやると打てるのか。そう。じゃあトラップしてシュートします。
でここのキャプテンに設定している選手がさっきのカットインとかで出てきたりするので、自分が好きな選手をぜひカットインとかで見てもらえればと思います。早い。ここの選択めっちゃ早いですね。さっきも早かった。さあ、お、金のクリシカル。これはかなり熱いんじゃないですかね。さあ、ちょっと荷が重いか一条君には。まあこれは弾き飛ばされちゃいますね。中学生の時にヒューガが雷獣シュートを覚えてたらこれは多分何活も勝てないでしょうと。で今23しかない。23しかないんでスタミナが足りなくなっちゃいました。パスカットとかブロックとかタックルはできるんですけど、威力が弱くなっちゃいますよっていうのがあるので、スタミナ管理は大事ですね。ちょっと不安ですね。まあでもパラメーターがだいぶ差が開いてるからちょっと勝てるんじゃないですか。これちょっと取ったら翼くんにパスしてもいいんじゃないですかね。そうですね。取れたら。シュートに対してブロックが有利なので、この距離からなかなかシュートとか打ってこないかもしれないです。タックルでいきます。ほい。おお、読み勝つ。よし。さあタックルで仮に取り、さあ翼くんに戻し、これ翼くん、あおっと違う。お、はい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 、素早い。しかし2人とマッチアップしちゃいましたね。翼くんシュートを必殺確か持ってるんですよね、この翼くん。翼くんのお箱ドライブシュート、こっから決めちゃうんじゃないですか。決められちゃうんじゃないですか。決められちゃうのかな。まあでも原作でもね、翼くんかなり後ろからドライブシュートバンバン決めてますからね。これいけると思いますよ。じゃあいっちゃいましょう。いっちゃおう。さあダメ押しの4点目なるか。さあドライブシュート、パスカット届かず、パスカット、まさかねこの距離から打ってくると思わないですからね。それはパスカットとか選ぶでしょ。届かない。さあ自動ブロックも届かず、さあパンチング一条件入ってしまうか。すり抜けてゴー。もうかわいそうになってくる。いい試合でした。初戦は見事日向くん3得点、翼くん1得点とこう日本の選手たちがね、躍動する初陣となりました。でもなんか即興でいろいろ考えることがあって、そうですね。なんか自分で試合を組み立てられるから楽しいですね。じゃあシュート4本中4本全部決まり、そして日向くんは雷神シュートでハットトリックまで達成するというもう上出来な。上出来。でここでももらえる初クリア報酬の初回クリアで夢玉がもらえて、今回翼 P 見事達成というところで3個全部ゲットできました。で、はい、ランクこれ最初はサクサク上がるんですよね。どんどん上がる。で今キャンペーンでその定期的にそのシナリオでゲットできるコインとかプレイヤーの経験値がアップするっていうキャンペーンをやっているので、今多分サクサク上がると思いますね。なるほど。じゃあ画面をトップしてもらって、これがクリア報酬、さっきのランダムって言ったところで、これ実はそのクリア報酬っていう上とは別にその3点以上で勝利と無失点で勝利とハットトリックで勝利するっていう条件を達成すると確定でその追加で報酬がもらえるようになります。なんでさっきはヒューガ君のハットトリックしたんで、ここが最後1個の枠がゲットできましたね。はいっていうところでじゃあ戻ってもらって、これ報酬2倍にもなるんですね。これ報酬2倍っていうのは一部のシナリオではこの報酬2倍っていうのをすることができて、さっきの CM ガチャみたいな感じで、CM を見ると CM が見終わった後にここの報酬が2倍もらえるっていう感じで、通常のシナリオだったらあんまりやんなくていいかなとは思うんですけど、なるほど。でここでも運が良かったら夢玉が手に入るかもしれないっていう感じですね。夢玉チャレンジそう言われたらみたいなちょっと一回やってみますか。はい、ちょっと一回ね。残念。そんな惜しい話はないですね。でもこういう風に報酬が2倍もらうことが嬉しい。で最後フレンド登録画面で申請して承認してもらえると、このフレンドを必ずこのチームスキルを借りることができるようになります。いや今回勝ったから申請したいな。そうですね。ちょっとフォルカーさん一旦申請してみますか。お願いします。はいっていうところでなるほど。シナリオ無事初戦大勝利という楽しい。やっぱりちょっとやってなかったかもしれないですね今まで。この後また多分シナリオをハードとかベリーハードとかの試合をクリアしつつ、行き詰まったら強化とかっていうところで、そうです。まだ強化って1回もやってない。そうなんですよね。多分強化をすることで、今持っている選手のスタミナが上がったりとか、そもそものシュートとかパスとかの能力値が上がったりして、よりその強い相手にも勝てるようになってきたりするので、じゃあ実際に選手を強化してどんどん強くしていければなと思っております。はい、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。質問などがあればコメント欄でぜひよろしくお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。